こういういなし方を練習、はい、こうあこうこうこうもう全然そうですよ、はいでパーンと払うのもそれは練習ですから、はい、こういうということは触覚を利用するんです。伝統空手道国際商刀館の金沢日和さんに少林寺拳法の凄技を伝授する井上博夢先生。触るの方が早いんですよ。今週の日和エクスプレスは井上先生との対談最終回、じっくりご覧ください。女性の指導とかありますよね。そうですね。ポイントになる指導されますか？先ほど教えていただいた中にもありましたが、なるべくこう力を使わない柔らかい動きっていうのを、テーマには考えたりはするんですが、実際女性でもこう柔らかく受けてねとか柔らかく動いてくださいって言うと、どうしてもこの力みというかが入ってしまう方に対して柔らかさ、さっき先生がおっしゃってて私も気になったんですけど、柔らかさをどうお教えすればいいんだろうっていう悩みがありまして、例えば手を出してこう受けるじゃないですか、はい、こうね、今力入ってるじゃない、はい、力ちょっと抜いててください、で私目をつぶってください、で私顔面つきますから目つぶったまで顔面つきますからさばいてくださいね。ほらその時に力でなんだろう、力を抜いて私の力に沿って、はい、なんていうか流していく、いなしていく、はい、そう分かるでしょ。こう分かってきます。でそしたら何か目を開けてください。そしたらこういうやってください。こういういなし方を練習、はい、こうもう全然そうですよ、はい、ね、パーンと払うのもそれは練習ですから、はい、こういうということは触覚を利用するんです。はい、バッと受けるのはいいですよ、いいんですけど、それは視覚が基準なんです。はい、当然ながら視覚があって触覚なんですね。はい、だから相手がついてきた時にパッと触るような状態で、触るの方が早いんですよ、これよりパッと触る方が。はい、で触ってから流していくという、だからこういうふうな動きいうのは一つの練習としてはいいわけです。はい、こういう動きだから自分らで足でもこうやってきて当て最初こう動かす練習、相手に蹴ってもらってこう蹴ってもらってこうやって動かす練習、はい、そうすると今さっきの吸収ができる。だから力を抜けって言ってもなかなか抜けない時には、はい、今みたいな感じでこういいですか、力ね、その時力抜いて、いや今入ってる、はい、ね、入ってることと抜けてることを実感させる。そうですね。今もそうでしょ。はい。わかるでしょ。自分で自分で感じたのでもわかります。はい。だからパッと見たらそういうにして、基本はこう、でもこうやって抜く場合もあるっていうことを言うと、体の中のこう緊張感や力っていうのが抜けていくと。はい。うわ、ありがとうございます。それが吸収っていうような感じになろうかと思うんですね。はい、要は私たちの正直憲法連盟はそうなんですけども、女性の指導者っていうものをやっぱり作っていかなきゃいけないんで、やっぱり目標となる女性の指導者として女性が目標となる、そういう指導者がやっぱり我々もやっぱり必要なんで、確かに大学生多いんですよ。女性はすごく多いんです。ただ指導者までそのね彼女たちが行くかどうかって難しいところなんですよね。大学のやっぱり憲法正直憲法の部で終わったりとかしてる人がほとんどなんで。指導者はいますけども、やっぱりもっともっとこう男性に勝るいうか負けないような、そういうような技術を持っている女性がいますから、もっともっとこう広げていきたいなと思うんですね。現在黒帯ワールドで、いろいろな先生方から、指導を受けて学びを得てるんですが、それでその時に教わってってこう感動したりとか、理解したりとかしたつもりでも、それを持ち帰ってじゃあ空手に生かすってなった時に、自分の中で少し難しいものがありまして、こういったものをこうプラスにしていくにはどういうところを意識してというか考えながらやるべきですか？ちょっとですね、一つ言えるのは、私からちょっと言えるのは、ある先生から習った日和先生の空手があると。言えると言っても多分頭の中では別物だと思ってるんですよ。別な例えば今言う受け方はそのものです。だから大事なのは日和先生が自分の技術、一つのなんだろう、こういう
こういう受けだとかあります。その受けそのものとその受けそのものにどう入れるかっていうことです。要は、この別なものを練習するんじゃなくて、自分の動きの中にそれを持ってくるいうか、それがすごく大事なんです。私よその武道を私は取り入れたことっていうのはほとんどないんですよ。確かに勉強させてもらいますよ。中先生からとか言って勉強させてもらいますよ。いろいろともちろん研究もする。ただそれをそのまま持ってくることはまずないんで、私自身はこれは素晴らしいなと思ったら私の動きと少林寺拳法の法形の型と照らし合わせるんです。入れるんですよ、ここへ入れて、で私の動きとって言って、でそこから少林寺拳法法形、私たちの型である法形に入れていくんですよ。ちょっと難しい話か分かんないですけど、私はそれをそのままもらういうことはまずしない。でそれをどういう意味でやられてるのか、それはもちろん勉強はさせてもらうけども、うちの技術の中で自分の動きの中でどう活かせるか。でも今日なんかね、例えば、私が蹴りをこう受けてあったでしょ。その時にひろり先生に私が「どうやって受けますか?」ってこうやって受けてたでしょ。そしたら私が思ったのはこういうふうに受けるということはこうも受けてるわけでしょ。ほんならこの角度をこうしたらいいということでしょ。ほんで普通やってるわけですよ、こういうふうに。その角度はこうやってるわけですよ。でそれですくって上に上げるだけの話だから、これを普段やってるこれですよ。ところがもし私がこうやるんだよって言った時にこれは関係ないんですよ。ほんでそのままやろうとしてるんです。そうすると先生の技じゃなくなるんですよ。じゃあ私はこう受ける。反対側になったらこう受ける。でもこの角度がこうなると。だったらこう受かるなっていう自分の動きの中が変わっていくわけです。で一般で空手を指導する時にはちゃんと指導しなきゃいけないんですけど、これをいろいろ流していくとこういうふうなやり方があるってなったらこの方がこう受ける。だからすぐできたよね。すぐできたでしょ。こう来てこうやるんでって、すぐできた。それ映像見てもらったらねいいですけど、すぐできた。それが使い方なんです。この生かし方。だから全く別なものをどうやったらいいかじゃなくて、今自分の中にこれをね、このエキスを取り入れるかという、まず自分の土台を見る。自分の土台によく似ているところに持ってくるとか、そういう。そうですね。それをそのまま持ってこようじゃなくて、まず自分の土台というものにどういうふうにそのエキスを持ってくるかという、まず共通項の中に持ってくる方がいいんじゃないですか。だからもうすぐできちゃう。だからすぐできたでしょ。だから自分らやってる技すぐできちゃった。ありがとうございます。いやでもそう今のお話聞いてて、金沢博和宗家もいろんなところに自分から出稽古に行って学びを得たりとかされてきた方で、それを自分の空手道に多分うまく取り入れてたんじゃないかなっていうふうに思いましたね。もう先生そういえば昔の先生もそうだと思いますよ。自分の技に要は自分の土台があるんですよ。自分の土台の中のものの中にどう入れるかだから、その意識が全く違ったら困るんで。だからもうその通りでやって、今日ちょっと繰り返しますけど、今日はねこうやってこれがこうだっていうああいうふうなやり方をするんです。それでも自分の動きの中にやっていくような感じで、自分の映像の中にポッとこう入れるみたいなもんですよ。それちょっとそういうような研究してもらったら、だから自分はあれですよ、こういうふうな先生こういう他の武道を研究してたら法形ではどうなんだろうかって言って、だから先生がね例えば映像で見たその先生のやったものが参考にはなりますけども、自分が技をやった時は全く違う形、そのエキスが全く違う形、全く違う形じゃないか、というのが大事だと思うんで。わかりました。ありがとうございます。すみません、しっかり。井上先生、ありがとうございました。次回の日和エクスプレスは三つ星グローバル浅草店で少林寺拳法の成海美桜さんと共演です。お楽しみに。